どうもリュウクです。今回はこのウェクスレイのタコマスリムバックパックについてレビューしていきたいと思います。この製品出た時にもうすぐにめちゃめちゃ欲しいなと思ってずっと気になってたんですけど、最近ずっとこれを使う中でめちゃめちゃいいなって思ったので徹底的に語っていきたいと思います。もちろん完璧なバグがって言われると、人によって好みは分かれる部分ももちろんあるかと思いますが、結構人によってはねぶっ刺さるんじゃないかなっていう感じがするので、どんな点が良かったか逆に良くなかったか実際に深掘っていきたいと思います。それでは行ってみましょう。それではまずこのタコマスリムバックパックについて最初に簡単におさらいしていきます。このバックパックは容量が約11リットルで14インチのラップトップまで収納が可能なバックパックです。今この状態はぴったり11リットル入ってる状態です。かなりパンパンに見えますが、中身を抜いていくとこんな感じでかなり薄型のバックパックっていうことがわかると思います。実際に使うときはねこんな感じでくしゃっとした質感になるんじゃないかなって思います。この表面の素材には840デニールのナイロンにポリウレタンコーティングをした耐水性のある素材が使用されていて、この側面だったり裏側のこういうところにはコーディラバリスティックナイロンが使用されています。用途としては日常使いだったりビジネスシーンにもマッチするようなかなりミニマルでシンプルなデザインで設計されているので、いろんなシチュエーションで使うことができるんじゃないかなと思います。主な特徴としては14インチのラップトップまで対応した PC スリーブ、内部に縫い付けられたボトルポケット、エアタグ専用のポケット、YKK アクアガードジッパー、快適なショルダーストラップ、取り外し可能なマグネット式のチェストストラップなどなど、機能性とデザイン性を両立した製品になっています。重量は 680g とかなり実用的な製品になってるんじゃないかなって思います。それでは早速このタコマスリムバックパックの良かった点について話していきたいと思います。まず最初の良かった点は何といってもこのスリムなデザインです。パッと見て分かる通りとにかく薄いですよね。もちろん11リットルって容量は決して大容量とは言えませんが、日常の荷物ぐらいだったら11リットル十分なんじゃないかなって思いますし、最初にこの製品を見た時はあんまり物入らなそうだなって思ったんですが、持ち物が少ない人であればほとんど困ることはないんじゃないかなって思います。あとは冒頭でお見せしたパンパンに詰めた状態で見て分かる通り、入れようと思えば結構荷物が入るので、普段はスリムに使いながらも、ちょっと荷物多くなってもある程度対応できるっていう意味では結構実用的なバックパックなんじゃないかなって感じました。次に良かったのが一切無駄のないデザイン性です。こんな感じで中身がパンパンに詰まっていなくてもくしゃっとするだけで全然中がへこんだりとかしませんし、見てわかる通りノイズとなるようなデザインというかディティールが外側に一切ないんですよね。とにかく情報量が少ないので、もちろんビジネスシーンのスーツスタイルにもかなり適してるなって感じますし、日常的なファッションは結構シンプルめな人とかモード系の人にとってもすごくマッチするんじゃないかなって思います。一瞬何もないように見えるんですけど、このね底面にちゃんとこういうループがついてたりするので、自転車に乗る人なんかも安心して使えるんじゃないかなって思います。次の良かった点が内部ポケットがめちゃくちゃ充実しているっていう点です。こんな感じでボトルポケットが中に仕込まれていたり、この蓋の部分にもこんな感じでキーループがついた小物ポケットが備わっているのと、この PC スリーブの部分にもかなり大きめのタブレットポケットがあるので、ここに書類なんかを入れることもできますし、さらにその表面にはファスナー付きのちょっと浅めのポケットが備わっていて、ここにエアタグのポケットが隠されているんですが、ここにね充電器だったりマウスなんかを収納しておくことで、ポーチなんかを使わなくてもほとんどのものを整理整頓しておくことができますし、コンパクトでスリムなバックパックって結構こういうポケットとかが省略されていることが多いんですが、そういった意味だとこういうスリムでコンパクトなバックパックでこれだけポケットが充実しているバックパックってかなり選択肢が少ないので非常に優れているなって感じました。個人的にはねこの PC スリーブの表面のこのタブレットポケットがめちゃめちゃ好きで、これ昔のアクティブパックとかで搭載していた構造なんですが、これをねこの超コンパクトサイズの
タコマスリムバックパックでもちゃんと踏襲しているっていうのがすごく好きなポイントです。次の良かった点が16インチの MacBook Pro も入ってしまうという点です。これは公式では言っていないのであんまり推奨はしないんですが、ここに MacBook Pro 16インチサイズのアクリル板、これちょっと僕が特注したやつなんですが、これを実際に入れてみようと思います。こんな感じです。見てわかる通り、この角っちょも外に突き出ることなくちゃんと収まっていて、もちろんカバン自体も問題なく閉めることができます。ここは個人的にかなりすごいなって思ったのが、こういうスリム系の小さい容量のバックパックって大抵13インチぐらいまでしかサポートしてないんですよね。似た容量とサイズ感のバックパックでエイブルキャリーの13デイバッグなんかがあると思うんですが、13デイバッグの場合は15インチの MacBook Air であっても入れるとこの角が突き出てしまって完全に収納できていないみたいな状態になっていたので、15インチ MacBook Air と比べてさらに一回り大きいこの16インチの MacBook Pro がこの超スリムなシルエットのバックパックに収納できてしまうっていうのはすごく選択肢が広がっていいなって思います。もちろんね、この16インチの MacBook Pro ってかなり分厚くて重たいので入れてしまうと本体の容量をすごく圧迫してしまいますし、他のエクセレンス製品と比べて若干このショルダーハーネスとかも細めにできているので、実際にこれをずっと持ち歩くっていうのを推奨しないのも全然わかります。ただ実際にね MacBook Pro の大きいのを使っていて、ただそんなに周辺機器はなくてできるだけ小さいバックパックで日常使いしたいっていう人は結構いると思うんですよね。そういう人にとってはこの16インチ入るよっていうのはかなり朗報なんじゃないかなって思います。ここまでが使っていて良かったなって思う点でした。ここからは使っていて少し気になるなと思った点について話していきたいと思います。まず1つ目の少し気になるなと思った点は、外側からのポケットが超少ないっていう点です。これは最初に述べた超ミニマルなデザインっていうのとトレードオフだとは思うんですが、X-Ray といえばね、こういう横の部分にサイドアクセスがあったり、このハーネスのところにカードとかを入れられるファスナーポケットがあるのが結構特徴的だったと思うんですが、そういった外からアクセスできるちっちゃいポケットなんかは全て省略されています。もちろんこの本体側も側面からアクセスできるポケットだったり、このよくトップポケットがあるような位置にも全くそういったディティールはありません。なのでイヤホンだったり財布なんかをさって前に持ってきて取り出したいっていう人は毎回このメインのファスナーを開く必要があって、ちっちゃいポケットに入れて収納して運用したいっていう人にとっては少し使いにくいんじゃないかなって思います。あとは見た目的にはね、従来のアクティブパックとかとさほど変わらなくて、アクティブパックをギュッとちっちゃくしたような見た目になっているので、ここのサイドポケットだったりこのハーネスのポケットがあると思って買ってしまうとちょっと後悔してしまうかもしれないので、ここは注意した方がいいかもしれません。次の気になった点がこのトップハンドルの形状ですね。こんな感じでステムバックパックと似たような感じで長めの輪っかが上についていて、個人的に見た目はそこまで気にならないんですが、実用性っていう意味ではちょっと使いにくい場面がありました。例えばこんな感じでバックハンガーを引っ掛けた時に結構この収まりが良くない、背中にこうやって当たってしまったりとか、横に落ち着いてくれればいいんですけど、結構垂れ下がってしまうとこんな感じで背中の中心に来てしまうので、バックハンガーとの相性はあんまり良くないなって感じました。あと人によってこうやって前に背負うこともあるんじゃないかなって思いますが、ハーネスが短い状態だとこの顎のところに結構このハンドルが来てしまうので、ハーネスをギュッと締めた状態で急いで電車に乗って前に背負うと結構ここが当たってグッと押さえないといけないみたいな、そんなシチュエーションになるんじゃないかなって思います。ナイロンテープがね硬めなんですよね。なので柔らかくてタランってしてしまうことはあんまりないんですけど、逆に顎とかに当たると結構鬱陶しい感じになっちゃうので、ここは結構好き嫌い分かれるんじゃないかなって思います。あと硬いって今言ったんですけど、この持ちやすさですね。実際にこのハンドル自体が幅が狭いので
硬さも相まって結構持ち心地は良くないです。11リットルのカバンなのでそこまで重くなることは少ないと思いますが、実際ね、荷物結構重いものをたくさん入れて、このハンドルを頻繁に手で持って移動するみたいな人にとってはちょっと不快かもしれません。次の気になった点は、大きめのラップトップだったりタブレットを入れると著しく容量が減ってしまうという点です。これはそもそもね、大きめのラップトップが推奨されていないので、当たり前っちゃ当たり前なんですが、11リットルという全体の容量に対してこのような分厚い PC を入れてしまうと、その分もちろん厚さが増して、このメインのね収納部分がかなり圧迫されてしまいます。最初から持ち物の少ない人であれば全く問題ないかもしれませんが、16インチの MacBook Pro みたいな大型のラップトップを入れて、さらにかなりの荷物を入れたいっていう人にとってはちょっと合わないんじゃないかなって思います。ここまでがこのタコマを使っていて少し気になるなって思った点でした。個人的にはこの形のスリムなバックパックってずっと欲しいと思ってました。その理由がこのエアのテックスリング、僕これ大好きなんですけど、この形で13インチのラップトップまで収納できるスリングバッグになってるんですが、これのバックパックバージョンというか、この形シルエットで薄いバックパックないかなってずっと探していたんですよね。そんな中このタコマが登場したので、これは絶対使いやすいだろうなと思って使ってみたんですが、このエアのテックスリングシリーズを使ったことある人だったら、それがそのままバックパックになったって思ってもらえればかなりイメージしやすいんじゃないかなって思います。ただね、11リットルっていうかなり少ない容量のバックパックではありますし、パンパンに入れるよりはちょっと余裕を持ってこんな感じでクシャッとスリムに使うのがすごくかっこいいバックパックだと思うので、このバッグを使うにはかなり持ち物を厳選する必要があるかと思います。ただこのバッグを使うために自分の持ち物を必要最低限までミニマムにサイズダウンして、このコンパクトなバックパックで日常を過ごすっていうのもかなりいい選択肢なんじゃないかなって感じました。以上になります。こんな感じでこのチャンネルではバッグのレビューだったり日々に役立つ情報を発信しています。 YouTube メンバーシップでは僕が開発中のバックパックの進捗情報であったり、僕が使ったバッグのセカンドオーナー性を特典として用意しています。気になったらぜひ概要欄からチェックしてみてください。X、Instagram、TikTok、ポッドキャストもやっています。ぜひフォローお願いします。最後にこの動画が面白いと思ったらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。